夕暮れ時の静かな街並み、小さな明かりが灯る頃、今日も一つの物語が始まります。見慣れたリビング、古い置き時計の音、カチカチと静かに響いています。そこには一人の男性の姿。名前はたかしさん。今年で68歳になりました。3年前に大切な奥様を亡くし、今は一人で暮らしています。真面目で不器用な性格。子供たちに迷惑をかけたくない。それが彼の口癖でした。よし、明日も早いからな。小さくつぶやきながらカレンダーを見る。そこにはびっしりと書かれた仕事の予定。退職した後も小さな会社で技術顧問として毎日働いています。周りから見れば元気で現役のシニア、理想的な姿に見えるかもしれません。しかしその穏やかな日々に少しずつ小さな違和感が忍び寄っていました。誰も気づかない本当に小さな変化の始まりでした。最近、娘の美穂さんはあることが気になっていました。週に一度、実家に顔を出すたび、父親の背中が小さく見えるのです。玄関に置かれたお父さんの靴、いつもならきれいに磨かれている。その靴のかかとが少しすり減ったまま、そのままになっていました。お茶を入れるたかしさんの手、かすかに震えているような、そんな気がしたのです。お父さん、最近ちゃんと眠れてる？ああ、よく眠れてるよ。大丈夫だ。そう言って笑ってみせるものの、目の下には深いクマがありました。食事の量も以前より少なくなっている。大好きなはずの煮物も箸があまり進んでいないようでした。何かを隠している。そんな雰囲気が漂っていました。でも強くは聞けない親のプライドを傷つけたくないと美穂さんは言葉を飲み込みました。ただ胸の奥にある小さなモヤモヤは消えることがありませんでした。ある日の夜のこと、美穂さんは忘れ物を取りに実家へと戻りました。そっとドアを開けるとリビングの明かりがまだついています。机に向かって何かを計算しているたかしさんの姿、老眼鏡をずらし何度もため息をついていました。手元にあるのはいくつかの通帳と古いノート。そこには細かな数字が並んでいました。毎月毎月一生懸命に働いているはずなのに、なぜか表情は暗いまま。たかしさんは小さな声でこうつぶやいたのです。どうしてこんなに働いても足りないんだろうな、お母さん。その言葉を聞いた瞬間、美穂さんの胸は締め付けられました。あんなに家族のために働いてくれた父親、定年を過ぎても体を酷使して、それなのになぜお金のことで悩まなければいけないのか。お母さんがいなくなって一人でどれほどの不安を抱えていたのだろう。そう思うと涙が止まりませんでした。静かな部屋に父親のため息と娘の隠れた涙が静かに溶けていきました。このままではいけない。何かが間違っている。美穂さんは強くそう感じました。次の日の朝、美穂さんは意を決して父親の机の上を一緒に片付けました。そこで見つけた一通の封筒、日本年金機構からのお知らせでした。年金定期便、そして毎月の給与明細。美穂さんはそれらを並べて
じっと見つめました。ある数字が目に飛び込んできました。それは支給されるはずの年金がなぜか減額されているという冷たい現実でした。たかしさんは働けば働くほど生活が楽になると信じていました。しかしそこには大きな落とし穴があったのです。知らなければ毎月5万円ものお金が消えていく仕組み、それが在職老齢年金という制度の壁でした。お父さんは何も悪いことをしていないのに、ただ一生懸命に働いていただけで毎月大きな損失を出していたのです。その事実に気づいた瞬間、美穂さんの頭の中に一本の光が差し込みました。二人は台所のテーブルにノートを広げました。説明をするのではなく、ただ一つの行動を始めることにしました。まずはパソコンを開いて年金ネットにログインしてみます。画面に表示されたたかしさんの年金額、基本月額が15万円、そして現在の会社からのお給料、総報酬月額相当額が38万円。美穂さんは鉛筆を持ってノートに数字を書き写しました。2つの数字を足してみます。15万円と38万円、合計で53万円になります。ここで一つの基準線が引かれました。現在の法律ではこの合計額が50万円を超えると、超えた分の半分が年金から差し引かれる、そういうルールになっていたのです。計算をしてみます。53万円から基準の50万円を引くと、残りは3万円。その半分である1万5,000円が毎月支給停止になっていました。さらによく調べてみると、過去にはもっと多くのお給料をもらっていた時期もあり、その時は毎月5万円以上の年金がカットされていたのです。たかしさんはメガネを外してじっと手元を見つめていました。知らなかった。働いたらその分引かれていたなんて。さらに美穂さんは亡くなったお母さんの遺族年金についても調べてみました。厚生年金と遺族年金の関係、どちらを優先して受け取るべきか、選択の手続きが漏れていた可能性も見えてきました。2人は難しい言葉を並べるのをやめました。ただ次の日に年金事務所の相談予約を入れることにしました。そしてたかしさんは会社の上司に一本の電話をかけました。それは働き方を変えたいという相談でした。お給料を下げる、あるいは勤務時間を少し短くしてもらう。そうすることで合計額を50万円以下に抑えるための具体的な行動でした。数字を追いかけるのではなく、自分たちの生活を取り戻すための小さな確実な一歩でした。ナレーション。数ヶ月が過ぎました。たかしさんの生活は少しずつ変わり始めていました。週に5日、朝から晩まで働いていたのを週に3日、短時間の勤務に変更したのです。お給料は確かに減りました。しかし、年金定期便に届いた最新の通知には支給停止の文字が消えていました。カットされていた年金が全額戻ってきたのです。手元に残るお金はたくさん働いていた時とほとんど変わりませんでした。いえ、むしろ心には大きな余裕が生まれていました。ある日の午後、美穂さんが
実家を訪れると台所から良い香りがしてきました。あ、美穂、肉じゃがを作ったんだ。お前の大好きな味だぞ。たかしさんの顔にはかつての柔らかな笑顔が戻っていました。目の下のクマは消え、少しふっくらとした表情をしています。玄関の靴を見るときれいに磨かれていました。それを見た美穂さんは胸の奥がじんわりと温かくなるのを感じました。お金が戻ってきたこと以上にお父さんの健康と笑顔が戻ってきたこと、それが何よりも嬉しかったのです。亡くなったお母さんもきっと空の上で安心している、そんな気がしてまた少し涙がこぼれそうになりました。真面目に生きること、それはとても大切なことです。でもただ闇雲に頑張るだけでは大切なものを見落としてしまうこともあるかもしれません。国が用意した複雑な制度、知っているか知らないか、それだけで私たちの老後は大きく変わってしまいます。たかしさんが気づいたのは5万円というお金の価値だけではありませんでした。自分の体をいたわることの優しさ、そして家族と一緒に過ごす時間の愛おしさ。今あなたの手元にある年金定期便、一度大切な人と一緒に開いてみませんか。そこにはこれからの人生を守るための小さなヒントが隠されているかもしれません。静かなリビングに今日も温かな時間が流れています。